こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは猫の絵を中心に水彩画やドローイングなどのメイキングをお届けしています。猫の描き方をポーズごとに紹介していまして、今回は丸くなって寝ている猫を描きます。以前取り上げたアンモニア糸のようにギュッと丸まった姿ではなくって、少し緩んだ格好になります。こんな感じの雰囲気ですね。鉛筆で下書き、輪郭線を描いた後、水彩で色をつけて完成という流れになります。鉛筆や水彩絵の具でなくても、画材はお手元にあるもので大丈夫なので、気軽に描いてみてくださいね。このポーズはシルエットが捉えやすく、初心者の方も挑戦しやすいと思います。動画の内容が少しでも参考になったら嬉しいです。それでは始めていきますね。それではまずざっくりしたあたりから描いていきます。最初は細かいところを気にせずに全体の大きな形から描いていきます。画面の真ん中、丸く全体のシルエットを描きます。綺麗な丸にしようとしなくても自然に緩んだ丸さの方が猫らしい柔らかな雰囲気が出ます。大きな体のシルエットが描けたら、その中に頭、反対側に尻尾、そして見えている場合は手や足を描きます。耳は頭の丸みに沿って少し前に傾いているような三角形で描きます。目安のような感じでおおらかに手を動かして大体のパーツの位置を決めます。ここまで大丈夫でしょうか？次に顔を描いていきます。頭の丸に十字のガイドラインを入れて目鼻口を描いていくのですが、寝ている猫はだいたい顔が少し傾いているので、縦のラインが顔の中心を通るようにやや傾けて、横のラインは軽くカーブさせて引きます。この横のラインが目の来る高さになります。そして縦のラインには鼻と口があります。まず目、少し斜めに目尻の方が上がるように閉じている目を描きます。次に縦と横の交差したこの中心からちょっと下に逆三角形で鼻を描きます。で、この鼻の下に短い線で口を描きます。ちょこっと小さく描くと穏やかな寝顔になります。顔のパーツを描くときも十字の線のようなガイドラインがあると迷いにくいので、面倒でも薄く十字線引いておくといいと思います。ここからは形を整えていきます。ですが、その前に最初に描いた当たりの線のうちでちょっとごちゃごちゃしちゃったなとか余分だなという線を消しゴムで軽く消しておきましょう。こういう柔らかい練り消しゴムを使うと紙を傷めにくいです。必要なラインだけが残ると形が見えやすくなります。丸くなって寝ているポーズは、まず顔の向きに気をつけましょう。ほんの少しうつむいている角度で耳や顔のパーツを描き直します。全体のシルエットをふんわり丸い楕円形にするのもポイントです。尻尾も体のシルエットに馴染むように丸みに沿わせて描くと良いです。
ここからは色を塗っていきます。まず大きな面から始めて徐々に細部へと進んでいきます。一気に濃くせずに何回か重ねて調整すると毛の重なりやモフモフ感が出しやすいです。私は水彩を使っていますが、皆さんお手元にある使いやすい画材で自由に楽しんでみてくださいね。丸まって寝る猫ちゃん、完成です。よかった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が少しでも心休まる時間になったら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。